皆さん、こんにちは、金子です。最近、よく次のような悩みを耳にします。漢字を覚えられない。単語をすぐ忘れる。日本語を諦めたい、などです。日本語は美しく魅力的な言語ですが、学ぶことが多すぎるため、最初は圧倒されてしまうこともあります。漢字や単語、文法など覚えることがたくさんあるからです。そこで今日は日本語をもっと効率的に学ぶための方法を詳しく紹介したいと思います。これらの方法を取り入れると漢字や単語を覚えるのが楽になります。さらに毎日の学習も楽しくなり続けやすくなります。1番、明確な目標を設定する。これはよく聞くことですが、明確な目標を設定することは本当に効果があります。自分が何に向かって努力しているのかがはっきりしていれば、モチベーションを保ちやすくなります。例えば、JLPT のある級に合格したい。簡単な会話ができるようになりたい。お気に入りの漫画を読みたいなど、具体的な目標があると効果的です。明確な目標は自分の進歩を確認したり、何を優先すべきか決めたりするのにも役立ちます。ただ、なんとなく勉強するのではなく、明確な道筋と目的意識を持つことが大切です。そうすることで、辛い日でも学習を続ける力がつきます。2番、ひらがなとカタカナをマスターする。これらの文字は漢字を学ぶための基礎であり、日本語全般を学ぶ上でも重要です。ひらがなとカタカナを効果的にマスターするには、少しずつ継続的に練習することが大切です。毎日少しずつ文字を覚え、声に出しながら書くことで、形と音の結びつきを強化しましょう。覚えやすくするために、語呂合わせや記憶の助けになる工夫を使います。さらに、フラッシュカードや感覚反復ツールで繰り返し復習します。学習時間は短くても構わないので、毎日少しずつ行うことが理想です。また、身の回りのものにラベルを貼ったり、メッセージで文字を使ったりするのも効果的です。こうして実際の場面で文字を使うことで覚えやすくなります。繰り返し練習し、実際に使うことで、かなは自然に身につきます。3番、語彙と漢字。語彙と漢字は日本語の基礎です。
これをしっかり理解していないと、コミュニケーションをとったり、試験に合格したりするのが難しくなります。さらに、好きなアニメや番組を楽しむことも難しくなります。とはいえ、漢字はいろいろな意味や読み方があるので、圧倒されるように感じるのもわかります。そこで、今日は語彙と漢字の学習をずっと簡単にする方法、感覚反復を紹介します。感覚反復は、学んだことを長く記憶に残すための学習法です。一度に全部詰め込むのではなく、決められた間隔で少しずつ復習していきます。例えば、新しい単語を覚えた場合は、このように復習します。1日目、新しい単語を学ぶ。2日目、もう一度復習する。4日目、再度復習する。7日目、さらに復習する。14日目、全体を復習する。このように復習の間隔を空けることで忘れる前に脳が情報を思い出す練習をします。その結果、単純な暗記よりも記憶が長持ちします。感覚反復は時間管理にも優れています。毎日全部を復習する必要はなく、適切なタイミングだけ復習すればいいので、時間を無駄にしません。感覚反復を最大限活用するには、オンラインアプリを使うことをお勧めします。例えば、もち漢字、ランジャパニーズのようなアプリは、感覚反復を自動的に管理してくれます。もちもち。このアプリは方法と特別なアルゴリズムを組み合わせ、最適な時間を設定して通知してくれます。そのため、何をいつ復習すればよいか心配する必要はありません。もちもち。文字漢字には N5 から N2 までの語彙と漢字が含まれています。さらに IT や看護などの特別なコースもあります。このアプリにはみんなの日本語や元気の語彙も入っています。そのため自分の学習ルートに合わせて選べます。この動画ではみんなの日本語に焦点を当てています。各科の語彙はフラッシュカード形式で表示されます。私、内容は文字、発音、絵やイラスト、意味、文字、意味、発音、画像を組み合わせることで単語を覚えやすくし、楽しく学べます。
さらに、インタラクティブなクイズによって、学んだことをより効果的に記憶できます。私、学習した単語は、1から5までのレベルに分類されます。各単語のレベルはデジタルノートで確認できます。漢字だけに集中したい場合は、このアプリの漢字タブがあります。ここでは、記憶法や書き順を使って学びます。学習の際、まず、書き順アニメーションを確認し、正しい順番を覚えます。正しい順序を覚えることはとても大切です。文字漢字ではアプリ内で2回、3回漢字を書く練習ができます。正しく書けたかどうかを確認できます。各漢字には関連語彙や短い例文もついているので、意味だけでなく実際の使い方も学べます。まとめると、文字漢字は漢字学習をサポートする便利なツールです。App Store、Google Play、公式サイトで見つけることができます。ダウンロードリンクも説明欄に載せています。感覚反復は語彙や漢字、文法など日本語学習のあらゆる面に使えます。毎日の学習に取り入れれば日本語をより効率的に学べるようになります。語彙や漢字を学ぶ際には紙に重要なポイントを書き出し、繰り返し練習することもおすすめです。手の動きを記憶と結びつけることで学習が強化されます。短い文や自分の例文を作ると理解がさらに深まります。もう一つの方法は、スマートフォンの日本語キーボードを使うことです。検索やメモを日本語で入力すると単語や文字の記憶が強化されます。4番、文法。例文で覚える。文法は日本語の骨組みです。暗記だけでは話せません。文法を覚えたら自分に関係する文を3つ以上作ることが大事です。例えば、タイを学んだら、日本へ行きたい、お寿司が食べたい、友達に会いたい。さらに短い日記を毎日書くと文法が自然に身につきます。5番、会話練習。シャドーイング。話すことに自信がない人は
まず、声に出す練習をしましょう。初級では、文字漢字の短い会話を使います。挨拶、健康、趣味、天気、レストランなど選べるテーマがたくさんあります。N3 以上になったら、シャドーイングがおすすめです。聞いた文をすぐ真似して声に出すとイントネーションや速さも自然に覚えられます。また、自分の声を録音してネイティブと比べると発音の練習になります。最初は恥ずかしいですが、とても効果的です。6番。聴解。いろいろな教材がある。リスニングは難しいですが、いろいろな教材で練習すると上達します。このチャンネルの音声教材、アニメやドラマ、ポッドキャスト。ポイントは少しずつ毎日聞くことです。15分、20分でも毎日続ける方がまとめて長時間聞くより効果的です。7番。日本語日記を書く。毎日少しでも日記を書くと語彙、文法、考え方が自然に身につきます。3分、5分程度で十分です。例えば、今日は雨が降りました。学校で友達と話しました。晩ご飯にカレーを食べました。8番。日本語環境を作る。日本語に毎日触れることがとても大切です。言語は使う環境があると自然に身につきます。おすすめの方法は以下の通りです。スマホの言語を日本語にする。スマホの設定を日本語にすると毎日アプリや通知、メニューなどで日本語を目にします。小さな操作でも日本語に触れることで文字や表現が自然に頭に入ります。持ち漢字の JDIC を使う。JDIC はアプリ内の便利な辞書です。知らない単語を見つけたら他のアプリを開かなくても意味、発音、例文を一度に確認できます。金、発音も聞けるので正しい読み方を覚えながら金学習できます。金、さらに例文で使い方もわかるので単語を覚えるだけでなく実際に使える知識として身につきます。JDIC は検索も簡単です。ひらがな、カタカナ、漢字、どれでも入力できますし、部首や読み方から探すことも可能です。
初めて見る漢字でも、形や読みから意味をすぐに調べられます。普段の学習では JDIC で単語を調べたらすぐ声に出して練習できます。日本語キーボードで入力する。検索やメモを日本語で書くと文字の書き方やタイピング練習にもなります。最初はゆっくりでもだんだん慣れて習慣になります。毎日トゥードゥーリストを日本語で書く。簡単な予定や買い物リストを日本語で書くことで自然に語彙を使う練習になります。Facebook、Discord、Reddit などの日本語コミュニティに参加する。コメントしたり、質問したりすることで読む、書く力も伸ばせます。友達や家族に教える。誰かに説明すると自分の知識がより定着します。教えることで理解が深まり、覚えやすくなります。まとめると JDIC を活用し、スマホやキーボードを日本語にして毎日触れることが大切です。そうすることで単語の意味、発音、使い方、書き方を効率よく身につけられます。これにより学んだことを日常生活でもすぐ使えるようになり、日本語の環境が自然に整います。日本語学習は最初は難しく感じるかもしれません。でも正しい道具や習慣を取り入れればずっと取り組みやすくなりますし、楽しくさえなります。まずは明確な目標を立て、ひらがなとカタカナで基礎を固めましょう。語彙や漢字をマスターするためには、感覚反復法のような効果的な学習法を活用します。さらに、毎日の練習、聞く、話す、書く、日本語に触れることを続ければ、着実に上達が見えてきます。大切なのは継続です。毎日少しずつでも取り組むことで時間をかけて大きな成果につながります。学び続け、好奇心を持ち、日本語習得の旅を楽しんでください。最後までご覧いただきありがとうございました。